こにスヌーピーがいます。おはようございます。サンクのトッシーです。今日は阪急芦屋川駅来ておりまして、これから六甲山、地獄谷、荒地山、ロックガーデンと周回コース行こうかと思います。今日もね、曇り空ですけど、駅前のね、広場は人がいっぱいいらっしゃいましてね、天気はそんなに良くないですけど、楽しんでいこうかと思います。それでは行きましょう。はい、こちらが阪急芦屋川駅。今日は駅前人がいっぱいですね。それでは駅からスタートしていきます。まずはロックガーデンの入り口の滝の茶屋を目指していきます。しばらくはね、住宅街を進みますんで、あまり騒がないようにね。ここ右に橋を渡っていきます。住宅街にもね、こんな案内板あります。高座の滝ロックガーデン方面ですね。ロックガーデンの入り口到着しました。芦屋川駅からここまで約 1.5 キロ。こちらが高座の滝ですね。その横から登っていきます。こちらまっすぐ行くとロックガーデンですね。今日は地獄谷の方行くんで左の方に降ります。さあ、ここを降りていきます。この配線は土石流のセンサーになってますんで、切らないように気をつけてくださいね。それではここから地獄谷に入っていきます。コースはですね、沢沿いを進んでいけばいいんですけど、ところどころね、巻き道とかもあるんで、川に濡れなくて登れるところもありますんで、うまくルートを選んでいってくださいね。川沿いを登っていきます。近々このコースでイベントをやろうと思ってますんで、興味ある方はね、サンクの Facebook ページチェックお願いします。さあ、ここは滝を遡上していきます。夏はね、水に濡れながらジャバジャバ進めるんでね、気持ちいいところですね。だいたい滝のね、ある横にはこう巻き道が作ってくれてますんで、この岩ね、登るの怖い方はこの巻き道利用してください。そこ登ります。地獄谷は久しぶりに、ね、来ましたけど、やっぱり楽しいですね。このとこ大好き。この谷筋を抜けるとピラーロック万物層の方に出ます。そこに行くとね、またちょっと神戸のね、街中とは、神戸芦屋の街中とは思えないようなね、ちょっと不思議な景色が広がります。ピラーロックまで行くとですね、もう街中からすぐ近くとはね、思えないような景色が広がりますんで、そこも見どころの一つですね。ここの滝も登っていきます。当たり前の話なんですけど、滝をね登ると濡れますんでね、帰りの着替えとか心配な方はご用意してください。はい、園庭までやってきました。こちらが園庭の巻き道ですね。さあ、園庭の上まで登ってきました。今日は園庭からさらに上に登っていきます。景色が一変しましたね。振り返ると芦屋から神戸の街並み見えます。今日の向こうは大阪やな。アベノハルカスも見えるな。さあ、こんな感じの不思議な景観になりました。ちょっと表面にね、砂というか小石がね乗ってるんで、ちょっと滑りやすいんで気をつけてくださいね。
た谷筋に降りましたんで、ここから登ります。これが英検水岩クライミングの練習用ですね。なかなか巨大な岩です。この辺りの岩もね、いろいろ登れて遊べますんで、岩登り好きの方はぜひともね、遊びに来てください。なんとも言えん景色だね。ちょっと上登ってみましょうか。よいしょ。あんまり景色変わらなかったな、下と。この辺りね、下がサラサラの砂っぽいんでね、すごい滑りやすいんで気をつけてくださいね。よいしょ。登っていきます。ここにスヌーピーがいます。狭っ。よいしょ、抜けれるか。挟まったんですよ。通らねえ狭すぎるやろ。この先が万物層。よいしょ。さあ登ってきました。さあここが万物層ピラーロックです。なんとも不思議な景色だね。この辺に人が見えるな。あそこに割れてる岩があるのは、なんか最近では鬼滅の刃の岩らしいです。ちょっとこの上登ってみます。いい眺めだ。先ほどこちらの方を通ってきましたね。さあそれでは万物層を後にしまして、次は荒地山に向かっていきます。まずはキャッスルウォール方面ですね。そちらの方に向かっていきます。さあここで一般ルートに合流します。この先危険って書いてますね。ロックガーデンから来た一般的なコースはね、こっちまっすぐですけど、さらにここ右の方に入ってきます。先ほどの分岐からはしばらく下りですね。この登山地図アプリヤマップなんかのコースにはなってないですけど、分岐ありますね。ここもう少しまっすぐ行きます。六甲山のようなね、低山は毎年遭難者がね出るぐらい道迷いが多い山です。地図に載ってないようなねコースなんかも結構ありますんで、現在地を把握しながらね迷わないように進んでくださいね。この辺りも細かい分岐がねいっぱいあるんで、迷わないように気をつけてください。はい、こちら分岐になります。キャッスルウォール奥高座の滝方面、こちらですね、進んでいきます。なんか進む方向からすごい人の声が聞こえてきますね。はい、キャッスルウォール方面へ向かいます。さあここ登っていきます。よいしょ。はい、こちらキャッスルウォールです。ちょうどクライミングされてますね。にゃお。ここ登っていきます。
そこの右にクライミングのロープがちょっと見えてますね。ちょっとだけ覗きに行きましょうか。おお、だいぶ登ったね。だいぶ登ったか。いい景色。じゃあ次は岩橋号を抜けて荒地山方面ですね、向かっていきます。ここに分岐あります。まっすぐ進んでいきます。さあ、だいぶ岩々になってきました。さあ、ここが岩橋号です。こっちの右からもね巻いていけるんですけど、こっち行ってもきついですけどね、そんなに難しくはないんで慎重に登ってくださいね。しっかり3点指示でね、手をうまく使いながら、そして足でしっかり登っていく。手で無理やり登ろうとしないでくださいね。さあ、この先もメタボチェックゾーンです。ザックがずれるな。はい、こちらがテーブルロックです。さあ、それではまた登っていきます。次は荒地山山頂を目指していきます。いい眺め。ボロボロのはしご。さあ、岩がなくなってくるともうすぐ荒地山ですね。ただいまスタートしてから約4キロ、標高は500メートルです。ちょっとね、岩で遊んだり沢で遊んだりでなかなか進まないですね。ここも分岐がありますが、こちら左の方ですね。もう荒地山はすぐそこです。はい、荒地山山頂到着しました。標高は549メートルです。荒地山から次は中見山という山を経由して風吹岩、そちらへ向かっていきます。こちらが中見山、標高537メートルです。こっちもあるね。はい、こっちは536やな。こちらは分岐あります。今回はここ左へ行きます。どっちでもあんまり変わらないですけどね、左から行きます。こっちの方がちょっとだけ岩々しいコースかな。ここからは基本的にはもうずっと下りですね。多少上り返しはありますけど、基本的にはずっと下って、またロックガーデンを経由して芦屋川の駅に戻っていきます。こちら宝珠水。この辺りは下がかなりぬかるんでますね。ここはもう雨に関係なくね、ずっと今はぬかるんでます。こちら分岐、右に行くと六甲山最高峰の方ですね。今回は左に行って風吹岩、そちらの方からロックガーデンで JR じゃない阪神急芦屋川駅下っていきます。さあ、風吹岩向かっていきます。今日のコースでトレランができるとするともうこの辺りぐらいですかね。あとはね、もう岩登りばっかりなんでね、もう基本は岩登りコースですね。こちら分岐です。風吹き岩 0.5 キロ、こちらへ向かっていきます。ここも分岐です。風吹き岩 0.2 キロ、もうちょっとやな。結構登ってくる人が多いですね。はい、風吹き岩到着しました。すごい人やな。よいしょ。岩の上も人いっぱいやな。
すごいね。風吹きは標高437メートルです。以前よりね、木が伐採されて見晴らし良くなりましたね。でまた高座の滝方面ですね、向かっていきます。いや、餌付けは多分ちょっとされてると思うんですけどね、餌あげられてる方結構いらっしゃるんで、さあそれでは下山していきます。結構登ってくる方が多くてね、ロックガーデンも多分混雑していると思いますんで、ちょっとね道譲りながらゆっくり降りたいと思います。さあここの分岐が先ほどこの先危険の方から登ってきたところです。今度は高座の滝阪急足谷駅方面向かっていきます。ちょっと登り返しですね、ここから。ここも人が多いな。ここも人多いですね。あの下が先ほど言ってた万物層ピラーロックですね。ここもちょっと右見に行ってみましょうか。先ほど通ったコースが見えます。こちら以前までのね道ちょっと深く掘れてるんで、右に新しい道できてます。こちらから降りてくださいね。こちら下降りれますけど、最近はねこっちに新たな道ができてます。新しいところは迂回路なんでね、綺麗な道ですね。さあロックガーデンがだいぶ近づいてきましたね。さあロックガーデン到着しました。こんにちは。さあ引き続きロックガーデンを下山していきます。あんまり下るのにはね向いてない斜面ですけどね。よいしょ。さあ高座の滝まで降りてきました。朝のね地獄谷、そちらから登ったコースとの分岐ですね。この下が高座の滝。先の茶屋まで戻ってきました。最後はね芦屋川駅までまたロードランしていきます。阪急芦屋川駅戻ってきました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事に阪急芦屋川駅まで戻ってきました。今日はねなかなか岩登りが満喫できるねいいコースでしたんで、また3区でねイベントをやろうかと思います。興味ある方は3区の Facebook のページイベント情報をチェックしてもらえたらと思いますんで、フォローよろしくお願いします。あとまたトレーラーに役に立つ動画、講紹介の動画アップしていきますので、気になる方はねチャンネル登録もよろしくお願いします。で動画が良かったら高評価もよろしくお願いします。ではバイバイ。